ど、子供たちのためにやっぱり日本を残したい。このままでは子供たちがかわいそうなので、国をやっぱり残してほしい。どうしてその嫌いな国会議員がこんなに好きなのか、腹が立って悔しくて仕方がないんです。こんにちは。財務省の皆さん、毎年毎年増税増税で国民に対して、日本国民に対してある意味脅迫のようなものをしていただいてですね、毎年毎年ご苦労様でございます。ご苦労様です。皆さんどうでしょう。先ほど高校生の方もおっしゃってました。物価高いですよね。高いですよね。税金高いですよね。私も高いと思ってます。皆さん、消費税の減税であるとか、なんか基礎控除の見直しとか、国民やってほしいと思ってるのにやってくれないですよね。財務省のもう操り人形となっている国会議員であるとか、財務省の方、何と言い訳してるか、ちょっとあまりにもバカバカしすぎて、ちょっとカンペを用意してるんですけど、減税すると市場が混乱する、消費税減税すると、値札の付け替えに時間がかかる、毎日やってるというお声いただきました。次、減税のシステム改修に時間がかかる。おっしゃる通りですね。減税の法改正に時間がかかる。減税の周知期間が必要。減税の勉強が必要。おかしいぞ、減税は技術的に難しい。減税は政治的エネルギーが必要。エネルギーかな？なんかすみません、私がバカみたいな感じで言ってしまったんですけど。いえ、どうでしょう皆さん、これ我々国民バカにされてませんか？かなりバカにされてるぞ。おかしいでしょ。減税すると市場が混乱する。いや今のあなた方ポンコツな国会議員であるとか財務省のおかげでですね、阪神大震災あるいは東日本大震災を超える天災大人災ですよ。現在ですらも混乱してるわけですよ。そうだ。消費税の減税すると値札の張り替えに時間がかかる。いや待て。そんなもん今すぐにでもできるし、今電子ペーパーも流行ってるんですぐに帰れます。そうだ。今まで 3% から始まって5、8、10とどんどん上げてきて、そのたんび皆さん値札変えてますよ。減税のシステムに時間がかかる税金のシステムをシンプルにしてくれと。そうだ。税金がシンプルであればシステム回収なんぞに時間かからないんですよ。100年のインボイスであるとか米額減税か、あれどうです？一読して理解した人多分いないと思うんですよ。多分ビジネスを営んでらっしゃる事業主の方かなと思うんですけど、めっちゃ難しかった。私もやりましたけど、一回読んで理解できませんでした。じゃあ、これだけ日本国民が減税してほしい、物価が高いからしんどいから言っているにもかかわらず、やらないのはなぜか。理由2つしかないと思ってまして、やる気がないか、能力がないかのどちらかと思うんですよ。その通り。そうです。両方というお声もいただきました。おっしゃる通りだと思います。じゃあ、税金は財源ではないです。財源ではないけども、皆さん財源ない言ってますよね。財源ないんであれば、こんな能力のない、やる気のない人間は、やめてもらうのが筋ではないでしょうか。そうだ。一般社会でもそうだと思うんですよ。能力がない、やる気がなかったら、どうしても評価が上がらない、むしろ下がるということは普通だと思います。首切られることもあるかもしれない。財源ないんであれば、そんな能力のない、やる気のない人間を雇う余裕は、この日本にはないんですよ。財源ない言うんであればね、税収も最高だそうです。税の三大原則って皆さんご存知ですかね。ご存知な方いらっしゃいます？はい。ありがとうございます。国税庁のホームページに載ってます。子ども向けのページだったと思います。公平の原則、中立の原則、簡素の原則、これちゃんとホームページに載ってます。消費税公平ですか、中立ですか？安全課税してんだよ。実務家の方、これ簡単ですか？インボイス制度であるとか、昨年の定額減税、公平ですか？中立ですか？簡素でしたか？全然違うぞ。全然違いますよね。そうだ。財務省の方々、自分たちのホームページに書いてあるこの原則すら守れないゴミなんですよ。最後に、財務省解体、1回だけいきたいと思います。財務省解体。財務省解体。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ガソリンの税金、どんな税金があるか皆さんご存知ですか？はい、何があるか知ってる人？暫定税率。暫定税率。はい、これ正解です。他にも実はあります。そうなんですよ。ガソリンの暫定税率に消費税。はい、もうこの時点で税の三原則破ってるし、
二重課税になってるんですよ。そうです。まあ他にも調べていただければわかるんですけど、特にガソリンが一番ひどくって、一体何重課税してんだよ、40、50課税くらいしてんじゃんって言って、もうこれ税の三原則って何かご存知ですかっても聞きたくなるじゃないですか。そう、おかしいんですよ。だからこういうところも是正していかなきゃいけない。いや、本当に正しいことを言っています。はい、ありがとうございます。日本の宝である日本の子供たちを守るために当たり前のことを言うって正しいことです。ありがとうございます。はい。先ほどもありましたけれども、本当に税の三原則、これ本当に基本中の基本で、公平簡素、中立、これを分かってない財務官僚、そして国会議員の本当に多いことにびっくりしてます。で、やってやったぞっていう減税策、なんやねんっていう、誰が救われるねん、ふざけるなと。お前らの頭は何のためについてんねんと。本当に腹立つんですけど、でもやっぱり大丈夫ですよ。頑張れ。子供たちのためにやっぱり日本を残したい。そうだ。このままでは子供たちがあんまりかわいそうすぎて。そうだ。日本そんなんで変わります？大丈夫ですか？大丈夫だよ。頑張れ。なのでおじいちゃんおばあちゃん、もう本当に就職氷河期の方、大変な思いをして生きてきたと思います。そうだ。でも日本が好きだから頑張ってこられたんだとも思います。そうだ。この国をやっぱり残してほしい。そうだ。どうしてその気概のある国会議員がこんなに少ないのか。そうだ。腹が立って悔しくて仕方がないんです。そうだ。それ理解してますか？それをね、皆さん国民一人一人は感じていただきたい。ね、財務省というものの本当に今から若い子たちだって止めれません。子供を産みたい子だってきっといるはず。じゃあ何に？でも不安で産めないっていう方がたくさんいると思うんです。財務省改善がここでみんなが声を上げなければ本当に国は滅びます。そうだ。制限交代ですどうよね。かね。ちょっとでもいいので YouTube とかでもいいです。もう既存メディアはダメです。そうだ。よく言った。すべてダメです。見られる方がいればその正反対を信じてください。なので皆さん自分で情報を取って自分で判断して自分がこうしたいという国、それに向かって頑張っていただきたい。そうだ。なので皆さん、ここちょっと少ないですけれど、お友達であったり、身内であったり、話せる方には話していただきたい。そして日本という国を考えていただきたい。その大きなきっかけの波が今だと思ってます。なので日本を守るために皆さん頑張りましょう。頑張ろう。日本国民一致団結だ。ありがとうございます。いや、お子さんのためにはこうやって当たり前のことを言ってくれること、本当にかっこいいと思います。ちょっと正直言って、これシリコンマスクの中ですけども、ちょっと涙うるうるきちゃって、若干ここ濡れてちょっと腫れて若干痛いです。はい。はい。で、やっぱりその情報っていうのはしっかり集めていく必要があります。